私の専門は倫理学です。慶應義塾大学商学部杉本俊介です。倫理学とは倫理や道徳についての哲学で、道徳哲学とも呼ばれます。それは何でも根拠を問い、できるだけ筋を通し、誰もが納得するやり方を探すという意味で哲学の一種です。なぜこうした意味で哲学をしなければならないのでしょうか。それは倫理や道徳が私たちの人生や社会において重要であると同時に、だからこそ権威を持って振りかざされ、時には人を傷つけてしまうからです。正義の名のもとに容赦ない非難をするネットユーザー、コロナ禍で自粛しない市民に不道徳だと注意する世間。こうした場面で振りかざされる権威が妥当であるかと問われることは忘れられがちです。特に集団の中でその妥当性を問うなぜという問いは封じられる傾向にあります。だからこそ倫理や道徳について何でも根拠を問い、できるだけ筋を通し、誰もが納得するやり方を探そうとする道徳哲学が必要となるのです。私はメタ倫理学、規範倫理学、ビジネス倫理など応用倫理学の3分野を相互に関連づけて研究しています。人の行動や社会の制度が本当に倫理的に、あるいは道徳的に正しいのかが問われます。行動や制度の規範を問う分野が規範倫理学です。この分野を代表する立場として、18世紀、19世紀英国のジェレミー・ベンサムやジョン・スチュワート・ミルが唱えた功利主義に代表される帰結主義や、同時期にプロイセンを生きたイマヌエル・カントに由来する義務論があります。最近では古代ギリシャのアリストテレスの倫理学を見直そうという動きの中で、徳倫理学という考え方も登場しています。これまで私はこうした考え方をビジネス領域に応用し、研究成果を出してきました。ビジネスをはじめ様々な領域に規範倫理学の理論を応用する分野が応用倫理学です。私はまず伝統的な徳倫理学をビジネスの現場に合わせバージョンアップさせてみました。従来の徳倫理学の議論は個人に焦点を当てがちです。ところがビジネスでは個人だけでなく、企業や組織という存在が重要になってきます。そこで組織の徳という新しいカテゴリーを作り、組織の徳倫理学という新しい理論を提案しました。この理論的枠組みで組織不祥事の評価を試みました。また、日本のビジネスで掲げられている徳がアリストテレスの言うような西洋的な徳なのかを上場企業の経営理念をテキスト分析して調査しました。その結果、アリストテレスとは違う日本の徳が掲げられていることを発見しました。他にも功利主義やカントの義務論の考え方を参考にし、ビジネスの倫理や道徳が掲げる経緯が妥当かを問うてきました。しかし、そもそもなぜビジネスにおいて道徳的でなければならないのでしょうか。倫理学が哲学の一種である限り、ここまで問わなければなりません。倫理や道徳の実践から一歩下がり、そもそもを問う分野がメタ倫理学です。そもそもなぜ道徳的であるべきか。この問いは著書にしたので、ぜひご覧ください。倫理学は倫理や道徳の振りかざす権威の妥当性を何であれ疑います。例えば、ドーピングは本当にしてはいけないのか、なぜ賄賂は不正なのかなどです。しかし結局、その妥当性を否定するよりも、一周回ってその妥当性を確認することの方が多いです。一周回って常識的な考え方に戻るとき、倫理学に意味はあるでしょうか。もちろんあると思います。私はこの問いをめぐって過去の人々や現在の人々と対話を重ね、実に多くの人々と出会ってきました。それは自分のことを分かってくれる人たちでは必ずしもありません。お互いに別れ合えずとも相手の意見を尊重し、対話に付き合ってくれる人々です。回り道をしなければそんな類の人たちには出会えなかったでしょう。もう一つの教訓は倫理学を行うことの恐ろしさです。なぜ道徳的であるべきか、こう問うこと自体を不道徳に感じる人もいるでしょう。あるいはコロナ禍でトリアージはいけないのかと問うこと自体が多くの人から反感を招きました。それを安全に議論するプラットフォームが社会にできていないからです。
倫理学を行うために私たちはある程度倫理的でなければならないのかもしれません。倫理学は哲学の一種だと言いました。しかし私自身はこう考え始めています。倫理学は哲学的であろうとする限り反倫理的になる。それはまた倫理的であろうとする限り反哲学的になる。倫理学はこの2つの態度のせめぎ合いの中で作られる学問だと。私はこうした倫理学が本当に難しいと感じますが、それでも魅力的に感じます。皆さんも一緒に倫理学を勉強してみませんか？